こんにちは。ゼロから宅建士第5回です。前回は宅建士の登録や宅建士証のルールを整理しました。今回のテーマは営業保証金です。1000万円という大きな数字が出てきますが、仕組み自体はシンプルです。数字の暗記がそのまま得点になる分野なので、一緒に固めていきましょう。まず、営業保証金とは何か、制度の目的から確認しましょう。不動産の取引は動くお金がとても大きいです。もし業者が倒産すると、お客さんは大きな損害を受けてしまいます。そこで宅建業者は営業を始める前にまとまったお金を預けておきます。これが営業保証金で、預け先は法務局などの供託証です。取引で損害を受けた人は、ここからお金を受け取ることができます。次に、いくら預けるのか、金額のルールです。トータル事務所、つまり本店は1000万円です。その他の事務所は1箇所につき500万円です。例えば、本店と支店2箇所なら、合計2000万円になります。この1000万円と500万円は、本試験の超頻次数字です。簡単な計算問題としても出るので、必ず計算できるようにしましょう。どこに預けるかも、引っ掛けで狙われるポイントです。供託先は、主たる事務所の最寄りの供託所です。支店の分も支店の近くではなく、本店の最寄りにまとめて供託します。供託は金銭だけでなく、一定の有価証券でも可能です。ただし、有価証券は種類によって評価額が変わります。国債は額面の 100%、地方債や政府保証債は 90% で評価されます。それ以外の省令で定める有価証券は 80% です。では、開業までの流れをステップで確認します。順番は、免許、供託、特出、そして事業開始です。供託しただけでは、まだ営業できません。供託した旨を免許検査に届け出て、その後でなければ事業を開始できません。事務所を新しく増やした時も、考え方は同じです。500万円を供託して特出をした後でなければ、その事務所では営業できません。免許を取ったのに特出をしない業者がいたらどうなるでしょうか。免許から3ヶ月以内に特出がないと、免許検査は特出をするよう催告します。この催告はしなければならない、つまり義務です。催告が届いた日から1ヶ月以内に特出がなければ免許を取り消すことができます。こちらはできる、つまり任意です。催告は義務、主称詞は任意という言葉の違いがそのまま出題されます。ここからは預けたお金が実際に使われる場面、還付です。還付を受けられるのは、宅建業に関する取引で損害を受けた人です。例えば、手付金を払ったのに業者が倒産してしまった主などです。ただし、相手が宅建業者の場合は、還付を受けられません。プロ同士の取引まで守る必要はないという趣旨です。また、広告代金や内装工事の代金など、取引以外の債権も対象外です。受け取れる金額は、供託されている営業保証金の額が上限です。還付とセットで、供託書等の説明も抑えましょう。業者は、契約が成立するまでの間に、供託書とその所在地を説明します。お客さんに、いざという時の請求先を知らせるためです。この説明は、書面ではなく口頭でも良いとされています。なお、相手が宅建業者の時は、説明は不要です。還付が行われると、供託金が規定の額より減ってしまいます。そこで業者には、不足分を埋める義務があります。まず、免許検査から不足しているという通知が届きます。業者は、通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません。さらに、供託した日から2週間以内に免許検査への飛び出が必要です。
2週間、また2週間と2つ続けて覚えてください。主たる事務所を移転して最寄りの供託所が変わった場合のルールです。金銭だけで供託している場合は保管替えを請求します。お金を新しい供託所へ移し替えてもらう簡単な方法です。一方、有価証券が少しでも含まれている場合は保管替えができません。この場合は移転先の最寄りの供託所に新たに供託し直します。その上で後から元の供託所の分を取り戻します。金銭のみなら保管替え、それ以外は供託し直しと整理しましょう。廃業などで供託金が不要になったら取り戻すことができます。これを戸戻しと言います。免許が失効した時や取り消された時が典型例です。支店を一つ廃止して供託額が超過した場合もその分を取り戻せます。ただし、原則として6ヶ月以上の期間を定めた広告が必要です。還付を受けられる人に名乗り出るチャンスを与えるためです。ただし、広告がいらないケースが3つあります。1つ目は、本店移転で供託し直した場合です。新旧の供託書に二重に預けてあるので、広告する必要がありません。2つ目は、保証協会の社員になった場合です。弁済の仕組みが保証協会に引き継がれるからです。3つ目は、戸の戻し、贈与の発生から10年が経過した場合です。10年経てば債権が時効で消えるので、待つ意味がないのです。供託し直し、保証協会、10年の3点セットで覚えましょう。今日出てきた数字を1枚の表に総整理します。供託額は本店1000万円、その他の事務所ごとに500万円です。突出がなければ3ヶ月で催告、さらに1ヶ月で出生死できる、でした。還付で不足したら、通知から2週間で供託、そこから2週間で独出です。止め戻しの広告は原則6ヶ月以上です。この時価がそのまま答えられれば、営業保証金は得点源になります。ここで今日のクイズです。営業保証金に関する記述のうち、正しいものはどれでしょうか？ A は、本店と支店1カ所なら、供託額は合計1500万円であるです。B は、不足の通知を受けたら30日以内に追加供託すればよいです。C は、戸出戻しにはどんな場合でも6ヶ月以上の広告が必要であるです。少し考えてみてください。正解は A です。本店の1000万円に支店1カ所分の500万円を足して1500万円です。B の追加供託は30日ではなく通知を受けた日から2週間以内です。C は供託し直しや10年経過など広告が不要になる例外があります。今日のまとめです。営業保証金は本店1000万円、その他の事務所ごとに500万円です。流れは免許、供託、特出、そして営業開始の順番でした。還付で不足したら2週間以内に供託し、2週間以内に届け出ます。戸出戻しは原則6ヶ月以上の広告、例外の3つも押さえておきましょう。次回は営業保証金とセットで出題される保証協会を解説します。1000万円を用意しなくても開業できる実務で主流の仕組みです。今回の内容との比較表がそのまま得点につながります。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。